One step forward and another back. I would never try to fool ya. I'm one heartbeat away from going mad. Girl, when you're looking like that. Girl, I need you. How many times do I wanna yell? 'Cause we could be so complete. Baby, I'll never want anyone new. I was on the bed when you undressed. Baby, when I pulled you in and felt your breath. Then I knew the girl I need you. Smiling like that, I could never resist it. よし、行こうか。暑っ。おはようございます。ミネです。今日は7月11日の朝9時です。ここはですね、新潟県上越市にあるスナックソノさんです。ここのママに本当によくしてもらって、昨日飲ませていただいて、駐車場で寝かせてもらいました。上越にいる間3回ですかね、ここに遊びに来させてもらってご馳走してもらっちゃって、本当にありがとうございました。息子みたいに思ってるって言ってくれて本当に嬉しくて、居心地が良くて出発したくないんですけど、いつまでもとどまっているわけにはいかないので出発したいと思います。本当にありがとうございました。また遊びに行きます。上越に着いてからしばらくずっと雨で、時々晴れ間はあるんですけど1日しか晴れないとかで、しばらく1週間ぐらいですかね、上越に停滞してました。で、今日やっと晴れまして、明日からまたちょっと雨模様なんですけど、今日晴れてる間に富山県まで移動したいと思います。暑い。もう多分30度ぐらいあると思うんですけど、朝からめちゃくちゃ暑い。では今日も行ってきます。道の駅マリンドーム能に着きました。ここは新潟県産の紅ズワイガニが有名です。カニ屋横丁。ちょっと値段次第ですけど食べれたら食べたいなと思います。船の名前ののれんがかかってますね。長福丸、聖丸、天保丸。あそこにいるのは漁師の奥さんたちですかね。待ち構えてます。お持ち帰りでも食べていかれてもいいですよ。はい。どうですか？すごい。いいとこだよ。いいとこ。味噌入ってるし。意外と食べれます。食べれる。大きい。一杯いくらぐらいなんですか？一杯2000円。2000円。でも1000円だったら食べてみたいですね。じゃあ。食べる？はい。こっちの方でいい？はい。小さくてもね。詰まってるから美味しいよ。サービスで。あ、そうなんですか。何がつくんですか？こういうちょっと食べてる方用のサービスと、でこういうお味噌好きならこういう頭あげるし、足が好きなら足あげる。いろいろあげる。どうやって食べるんだろう。どうやって食べるの？じゃあ初挑戦。いや、もうカニなんて全然食べたことないんで。おー、すごい。よし、いただきましょう。今カニ館っていう無料休憩所の中に来ました。ここ手を洗う場所もあるみたいなので、ここで食べたいと思います。It was an unexpected turn, needing someone who gave my heart a third-degree burn. You might have seen this place before, but for me being a debutante, it's a little bit unsure. So you must understand, if I try to get the lay of the land, it's a lot to take in. Can't seem to read your face, don't know where to begin.
完食しました。めちゃくちゃ美味しかった。こうしてみるとすごい量ですね。なんかおまけで味噌か足どっちか選んでって言われて味噌を頼んだんですよ。なんでこの頭が2個ついてきたんですけど、足もあげるよって言って結局足もくれて1杯しか買ったのに結局2杯分ぐらいありましたね。いや美味しかったです。ごちそうさまでした。いやめちゃめちゃ美味しかったな。奥さんたちも綺麗に食べたねって言ってくれました。なんか結構後半の方は慣れてきて剥くのが楽しくなってきちゃいましたね。もともとカニって剥くの苦手というか面倒くさがり屋で、剥いてやるやつだったら好きで食べてるんですけど、自分で剥くのって面倒くさくてっていう感じだったんですけど、なんか剥き方覚えてしまえばそんなに難しくないし、なんなら、これぐらい美味しいカニだと早く次が食べたいって感じでどんどん剥いていくので、正直全然苦じゃなかったですね。楽しかったです。では次の目的地に向かいましょう。30分ぐらいですね。はい、翡翠海岸に着きました。ここに何しに来たかというと、夢を探しに来ました。翡翠海岸っていう名前の通りですね、ここの海岸では翡翠が取れるそうです。ちっちゃくてもかなり高価で、夢を追って一攫千金を狙う人が足しげく通って翡翠を探しているそうです。僕も一攫千金を狙って翡翠探してみたいと思います。ですが翡翠がどういったものなのかよく分からなかったので、事前情報としてちょっと勉強しに行ってきました。1時間前にどうぞ。はい、フォッサマグナミュージアムに来ました。翡翠海岸で一攫千金を狙う前に、まずは翡翠がどんなものか見てみたいと思います。割られている翡翠を守る。海や川にある翡翠を含めた岩石をむやみに割ることは絶対におやめください。悪質な場合は警察に通報されることがあります。翡翠は国籍や新潟県の石に指定された糸魚川の宝です。持ち帰る石は手のひらサイズまでにとどめ、大きな石を割ることは控えてください。やっぱり高価なものなので盗もうとする人がいるんですね。割られて持ち出されそうになっていたところをレスキューされた石だそうです。綺麗。残念ながら、中の撮影は、私的であることと写真だけっていう条件がありましたので、中の様子は残念ながら撮れません。じゃあ翡翠について勉強していきます。肉の平さ、残念。はい、ということで勉強してきたんですけれども、翡翠はですね、基本的に白色なんですけど、場合によっては緑色だったり紫色だったり黒色なんてのもあるみたいですね。ただその黒色とかあと青色とかはかなり珍しいみたいです。で、翡翠の勉強もできたんですけど、フォッサマグナミュージアムっていう名前の通りですね、この辺りの地層がフォッサマグナっていうらしいんですね。日本列島がアジア大陸から分断した時に部分的に海の底に沈んでいた場所で、新潟だったり山梨、静岡、あと埼玉とか千葉とかあの辺り完全に分断されていて、日本列島が上下に分かれていたそうなんですよね。で、海の底にあって、それが地殻変動で火山が出来上がって富士山とかそういったものが出来上がって、地上に出てきたのがこの辺りのフォッサマグナっていう地帯だそうです。そういった背景があるので、いろんな石だったりとか化石だったりとか、そういったものが見つかる場所らしいです。で、翡翠なんですけど、この近くの山ですごく大きな原石があるんですよね。で、それを取ることは禁じられていて、ただその原石から崩れて、崩れ落ちたかけらが川に流れてこの海に流されたものは取ってもいいということみたいです。ということで探してみましょうか。絶対見つかんないよ、これ。見つかる気がしないよ。探してる方いますね。
なんだ、どう探せばいいのかもわかんないや。なんか翡翠探しセットみたいなのがあって、熊手とか入ってるキットも売ってたりするんですけど、ちょっと今回それなしで素手で頑張りたいと思います。光に照らすと光るんですよね。掘った方がいいのかな。かなり比重が重いみたいで、いや全然わからないぞ。でも翡翠だけじゃなくて本当に綺麗な石がいっぱいあるので、見えるかな。面白いですね。やっぱりさっき話したフォッサマグナの地層の出来上がり成り立ちからしてかなりいろんな石が取れるみたいですね。重いんだよね。To everything that's moving, every single little thing. わからん。わあ、波がすごい。気をつけないとですね。フォッサマグナミュージアムに展示してあった石の中で、すごいこの翡翠集めで有名な方がいらっしゃったんですよ。なんですけど、この翡翠集めの最中にこの波にさらわれて亡くなってしまったそうで、そのご家族の方が石を寄贈したらしいんですけれども、そういった危険もあるみたいなので気をつけてやっていきます。はい、いくつか拾ってきてみました。正直何が何やら分かんないです。ベテラン風のお父さんに聞いたら、これいただいちゃったんですけど、これは翡翠だよって言ってました。確かに照らすとうっすら緑色に光るんです。ちょっとカメラじゃ伝わらないと思うんですけど、フォッサマグナミュージアムで月に何回か鑑定をしてくれる日があって、持っていくと調べてくれるそうです。ただ今日はやってないので何の石か調べられません。今この翡翠をくれたお父さんが見てくれたんですけど、翡翠はないねって言ってました。一目見て言われました。悔しい。これはね、シーグラス、ガラスですね。これちょっと綺麗だったんで撮りましたけど、ないみたい。翡翠なんか一点で探すよりも、波打ち際をずっとこう歩いて色が違うのが目に入るそうなので、歩いた方がいいよっておっしゃっていたので、バイクがあっちに止めてあるので、戻りがてら最後探して戻りたいと思います。 To the couples in love and the seagulls above and any other living thing or creature I can think of, I wanna sing, I wanna sing, just wanna sing. Don't slip on the trail. Tempo, tempo. Can you keep up with my tempo? Tempo. Yeah, yeah. Blowing up C4. I just hit the Mike Jackson on my tiptoes. Oh yeah, I know we go wherever that wind blows the endo. Don't slip on the trail. Don't slip on the, don't slip on the, don't slip on the, don't slip on the trail. Don't slip on the trail. High key, I know. I send all of my rap foes like they my tadpoles. Yeah, yeah. Blowing up C4. I just had to go crack now on my deep. 今のところないですね。自分でこけたのが2回ぐらいです。じゃあいろいろとありがとうございました。はい、では失礼します。いやー楽しかった。オーナーのタクトさんはご自身もいろいろ旅をされていて、で事業も旅を支援する事業みたいな、旅行くっていう事業をされていて、
そういった背景もあって基本は古着屋さんなんですけど、たまに旅人も受け入れてたりするらしくて、でいろんな旅人さんから慶三倉庫さん名前が出てたのでちょっと立ち寄らせてもらいました。で公にその宿泊施設をやってるわけじゃないのでお話だけさせてもらいました。でもやっぱ旅人ご自身もされてたのでいろいろいい場所を教えてもらいましたし、日本一周ヒッチハイクでされたらしいんですけど、やっぱりヒッチハイクってなると、誰かしら人と関わる、必ず関わらなきゃいけなくって、その人の優しさ、愛に触れたって、それが一番大きかったっていうふうにおっしゃってて、本当に僕も最近それこそスナックそのもそうですし、本当に最近人の優しさに触れる機会が多くて、去年そういう人との関わりをほとんど取らずに旅をしていたので、最近意識が変わり始めたなっていうふうに思います。やっぱり人と関わって、いろんな仕事をしている人がいて、いろんな考え方を持っている人がいて、そういうのを学んでいくのが旅をしてて面白い部分なんじゃないかなというふうに最近思いました。もともと一人が好きで、なかなか自分から話しかけるってあんまり得意なタイプじゃないんですけど、少しずつ意識が変わって自分から話しかけたりとか、そういうことをしていけたらなって思ってます。というか最近そうなってきているような気がします。今6時過ぎなんですけど、さっき慶三倉庫で教えてもらった泊まれる図書館よすがっていうゲストハウスがここから40分ぐらいですかね、行ったところにあって、僕自身も SNS で何度か見かけていたんですよね。その泊まれる図書館で電話してみたら泊まれるってことだったので、そちらに向かおうと思います。右に路面電車が走ってますね。富山駅前って路面電車走ってるんだ。路面電車来た。すごいいっぱい走ってるな。線路も至る所にあるし。南富山駅前駅。着いたー。こんばんは。先ほどお電話したです。そうしましたらお部屋の方が2階にございますので、2階の方ご案内させていただきます。おお、すごい。はい。なんかこちらの、上の方なんですけど、こちらお使いください。はい。布団で寝るの久しぶりです。普段はやっぱりキャンプ。そうですね。はい。けど SNS で何回か見かけてて。あ、そうなんですか。アカウント。ミネキャンプって言うんですけど、それです。はいはい、見かけたことあります。本当ですか。そうか。なんか知ってるなと思って。はい。じゃあぜひ泊まらせてもらおうと思って、ちょっと突然だったんですけど、ご連絡させてもらっちゃって。見たこの投稿。そうだ。そうだ。結構ね、6月の下旬、新潟の方行かれてましたよね。そうです。そうです。今からみんなでご飯食べに行きます。お腹減った。腹減った。お、確かに怖い。しょっぱい。しょっぱい。しょっぱいって。しょっぱくない？しょっぱくない。しょっぱいです。しょっぱいですよね。これ美味しいです。想像以上の濃さ。想像以上ですか。そうなんです。誕生日プレゼント。いただきました。セブンイレブン男なんで。そう、セブンイレブンに生まれた男がセブンイレブンで買ってもらう誕生日プレゼント。いいね。財布豪華な。
大富豪まさかの大富豪。いいね。大富豪でもいいかもしれない。そんなシンプルでいいいやシンプルでいい。じゃあルール全部入れ。大富豪。ローカル富山ルールあんの？富山ルール。なんか12ボンバーは何をするんですか？何12ボンバーって。あるんです。なんか12出した肩は数だ3人でけも十分になんか好きな数言って手札持ってる人は全部捨てる。12出して2ってそうそうそう言ったら2持ってる人そうっていうとんでもないあれがあるんよ。ジョーカーもいいですよ。そんな12はジョーカーとジョーカー持ってる人は好きなあかん強制的に。強すぎじゃん。だから12は最強。だからだからもうそれ来たらもう勝ちだよね、はっきり言って。マジで？はい、10ステ。あぶねえ。ここ。か。あるの？ああ、縛ってるしかも。ああ、もうこれ流れだわ。終わった。あ、6だ。やった。ワンのかよ。ダメだわ。はい。10個。そりゃ強いよ。そこで迷う。よあでも。3。ああ。これ渡されたらこれだ。そうだ。ああ。渡されなければ勝ちだった。俺から渡したやつ。Closer next to me, trying to find another way to say this, but